皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今までこのチャンネルで寿司好きな人は日本料理も好きだろうということでいくつか名店を紹介してきました。そして今回は念願だった金沢にある超予約困難店の片織さんに運よくお誘いいただいて行くことができましたので動画にしてみました。どれぐらいすごいお店なのかというと、全国で30店舗しか選ばれていない食べログゴールド賞を受賞していて、日本料理のジャンルとしては全国2位で実質世界最高峰レベルの評価といっても過言ではないでしょう。実際に僕も行ってみて今までにない最高の体験ができました。何がすごかったのかというと、理由は3つあります。1つ目は究極の引き算。味をいくつも重ねるような調理や調味とは真逆の意味で、素材の良さがとことん引き出されています。素材の味覚のインパクトが強いので、いろんな味付けでごまかす必要がなく、繊細で上品な味わいかつ一品一品の食べ応えがすごいです。2つ目は香り。特に素材の香りが強く感じられるものが多くて、嗅覚と味覚が同時に最高潮に刺激されます。それがゆえに味覚は繊細で上品な味付けでも食べ応えがすごく感じるのだと思います。3つ目は金沢ならでの素材。例えばホタルイカや白エビなどの北陸名物の素材をはじめに、基本的に近海の素材を使われています。またホタルイカに関してはこの土地だからこそできる味わい方ができます。これだけの調理技術を持ちながら金沢の土地でしかできないことをやられている、まさに唯一無二のお店です。ですが、どれだけうんちこ言っても具体的にどんなメニューが出てきてどれぐらい美味しかったのか伝えないとよくわからないと思います。なので今回もその日出てきた全メニューを食レポとともに紹介します。まずはよもぎ豆腐。こちらはご自身で摘んできたよもぎの芯の部分を使っているそうです。よもぎというとよもぎ餅は食べたことがある人も多いのではないでしょうか。食感としては餅と豆腐のいいとこ取りをしたかのような異次元の感覚で驚きました。見ての通り表面はもちっとした弾力がありますが、餅のように粘りつくわけではなく、豆腐のように滑らかでクリーミーな内側になっています。そして味覚としてはよもぎの苦味や癖のある青さは全くなく、よもぎの爽やかな香り高さだけが際立ちます。そこに酸味の控えめなタレが繊細なよもぎの香りと豆腐の旨味を邪魔せずに引き立ててくれます。次は一番だし。ここで削りたての鰹節と昆布で取ったばかりの一番だしのテイスティングです。ちなみに一番だしというのは火にかけずに素材から旨味を抽出したもののことで、二番だしはその後同じ素材を火にかけて抽出するものです。鰹と昆布の旨味エキスの上澄みをすするかのような繊細な味わいで、削りたてだからか香りが強いです。しかもこちらは能登の湧き水を使っていて、口当たりが柔らかくまろやかで優しく染みるような感覚です。これだけ香り高く身に染みる感動の出汁は世界中を探してもなかなか出会えないでしょう。次はアイナメのお椀。氷見のアイナメです。食べているうちに先ほどの一番だしにアイナメの旨味が徐々に加わって少し力強い出汁に変化していきます。アイナメは脂が乗っている部分とホロホロ崩れる身の部分とどちらも口どけよく、出汁と一体感のある味わいです。アイナメは淡白な味わいのはずですが、出汁が上品だからか淡白な中にあるアイナメの力強い旨味が存分に感じられます。また柚子のアクセントが香りだけ乗っかるぐらい優しく余韻に残ります。次はお作りです。まずはさより。昆布締めしてあり、表面だけ軽くねっとりしていて寝かせすぎていないので弾力もしっかりあり、刺身として食べるのには程よい歯ごたえです。そして昆布の旨味はさよりの旨味を邪魔しない程度にわずかにあります。塩をつけて食べることをお勧めされましたが、もはや塩がなくても十分に食べ応えある素材と昆布の旨味はすごいです。次はヒラメ。透き通るような身が美しいです。淡白な中にも旨味はしっかりある洗練された味わいです。こちらも程よい弾力があるので噛めば噛むほど旨味が出てきます。次はシューマイ。紅ズワイガニを使ったカニシューマイです。紅ズワイガニは新港という富山の漁港で採れたものです。採れたての新鮮なカニを見ての通りぎっしり詰め込んでいるからか、食べる前からカニの香りが強いです。そして一口で食べると一気に内包されていたカニの香ばしさが口の中で爆発して鼻腔を駆け抜けます。その際に柚子の香りや蒸し器の木の香りも合わさったいろんな香りになっています。ちなみに過去の動画でカニの鮮度がなぜ重要なのかは詳しく紹介しているので、よかったらそちらも見てみてください。次にもう一度刺身の盛り合わせです。まずは赤貝。こちらも新港のものです。見ての通り小豆色ですが、この色はこの新港ならではだそうです。確かに今までもいろんなお寿司屋さんの動画で赤貝は紹介してきましたが、この色は珍しいです。こちらはまるで昆布締めしたかのような昆布の旨味と香りがしっかりあるのがびっくりしました。そして昆布の味覚だけでなく甘みも強く、赤貝ならではのヘモグロビンのクラッと脳にくるような鉄分の旨味もあります。次は青バイ貝。バイ貝の中でも新港でしか上がらないものだそうです。シャキシャキの食感で香り高いすだちの味付けなので爽快な食べ心地です。そ
その爽やかな味わいの中に青バイ貝の強い甘みがあります。次はスミイカ。こちらは木の芽をペースト状にしたものであえてあります。スミイカ自体はパツパツと歯切れのいい食感と濃厚な甘さです。そこに超香り高い木の芽の風味が乗っかります。スミイカを覆うようにこれだけ木の芽をたっぷりつけても香りが乗っかるだけでスミイカ自体の味わいは邪魔されないのがすごいです。次は椎茸とほうれん草の白和え。百万石椎茸という金沢の限られた農家でしか作られていない珍しい椎茸です。普通の椎茸の8倍はあると言われているサイズ感が特徴です。それにだし醤油を少しだけかけてから焼いただけだそうです。火入れの技術と醤油の塩梅がすごいからか、椎茸の旨味と香りの両方が凝縮していて、食べ終わってからもずっと余韻でその美味しさが続きました。またほうれん草の白あえはふわふわしていて軽やかな食感と自然な甘みがある上品な味わいです。次はのどぐろの炭火焼き。酸味のある春キャベツが下に敷いてあります。キャベツはのどぐろから溶け出した油を吸って酸味と甘みが調和する仕組みになっています。のどぐろ自体のクオリティもすごくて、ただ単に油の旨味を大量に味わうだけではなく、油ではない身の部分の濃縮した旨味と炭の燻香が強烈です。シンプルな調理でも単調な味わいではなく複雑に仕上げる技術はすごいです。のどぐろを出すお店自体はもはやあまり珍しくはありませんが、のどぐろをこのクオリティで出すお店はなかなかありません。次はます寿司。氷見の海で採れたマスで富山名物の押し寿司です。これがマス寿司の概念が変わるぐらいすごかったです。普通のマス寿司と違ったのは香りと柔らかい食感です。山で取ってこられた天然の笹で包んであり、表面は香り高いです。そしてマスは程よい脂がとろけるように柔らかくて、断面から見てわかる通りマスは肉厚です。そしてシャリも程よい食感で柔らかくエアリーでマスとよく混ざります。普通のマス寿司だともっと薄く乗せていてシャリの比重が多く、シャリはぎっしり固く固められているイメージです。そして本来は保存食としての歴史があるからか酸味もかなり効いているイメージですが、こちらは酸味控えめで味覚としてもバランスがいいです。ちなみに手前にはまだ小さい希少なマスの子もあります。次は白エビのあられ揚げ。地物の取れたてのアスパラガスの炭火焼きと一緒にいただきます。このあられの中に白エビを包んで揚げられています。カリカリで米粉の香ばしさがあって面白い衣です。その中から甘い香りとともにホロホロの白エビが大量に出てきます。そしてトロトロの出汁が下にはあって、とろみと白エビのホロホロ感とあられのカリカリ感の食感の組み合わせが最高です。そしてアスパラガスは炭の香ばしさと青い爽やかな香りの組み合わせがすごいです。もちろんシャキシャキの食感とともに出てくるみずみずしいアスパラガスの水分も甘みが強くて、これだけでも食べ応えが抜群です。次はホタルイカ。春の名物です。見ての通り生きているホタルイカをその場で下処理してすぐに茹でます。ちなみにホタルイカの下処理は本来だと硬い部分である口と目に加えて軟骨も取り除きます。ですがこれだけ鮮度のいい状態で茹でたてで提供されるホタルイカだと軟骨が柔らかくて抜く必要がないそうです。確かに食べてみると全く軟骨を感じさせません。なのでシームレスな食感になっていて、ホタルイカの綿の部分がプチッと弾けたら水のように超滑らかな綿が溢れ出て一瞬にして全部が混ざり合います。そんな食感の中に茹でたてならではの香り高い湯気とプリプリな身の甘みと綿の旨みが同時に感じられます。これは間違いなく人生一のホタルイカでここでしか食べられない食べ方でしょう。次はハス蒸し。ハス蒸しというのは加賀レンコンをすりおろして蒸した郷土料理のことです。うなぎの白焼きとゆり根とだしと一緒にいただきます。加賀レンコンは粘り気があるので、このように具材ととろみのあるだしと一緒に蒸しているそうです。確かに加賀レンコンが他の具材をまとめ上げるような役割を果たしていて、さらにとろみのあるだしが包み込んでいて一体感のある味わいです。またうなぎをしっかりと白焼きにしてから包み込んでいるひと手間が香りにさらなる豊かさをもたらしています。こういう小さなひと手間と工夫の積み重ねが一皿の中で垣間見えるのはすごいです。ここからは締めに近づいてきてご飯物が出てきます。ご飯のお供には氷見牛の八幡巻き。八幡巻きというのはもともと京都の八幡市の郷土料理のことで、ごぼうの煮物に何か他の具材を巻きつけたものです。今回は氷見牛というご当地和牛を巻いてあり、こんなに小さいのに和牛の旨味が超強くてジューシーです。ごぼうはシャキシャキとホクホクの食感が混在していて、火入れ加減が絶妙です。またごぼうの土っぽい香りのジュースと和牛の脂の甘い香りと上にある木の芽の爽やかな香りの3つの組み合わせも嗅覚を刺激されていいです。次は巻物。
刺身で出てきた赤貝の紐を細巻きにしてくれます。赤貝の身ほど甘みはなくても、昆布の香りや鉄分っぽい香りは健在で、一日の中で再びあの衝撃の赤貝を思い出すかのように味わえるのは嬉しいです。次は味噌汁。味噌汁には氷見のミンククジラが入っています。確かに肉々しい力強い旨味がスープの出汁の中にあります。そしてミンククジラの身自体は弾力があってまるで牛タンのようです。そんな力強い味噌汁を山椒で爽やかに調和しています。次は稚鮎の天丼。こちらは河口、つまり川が海に流れててつながる部分の海側で採れた鮎です。川で採れる普通の鮎とは全く違う味わいなのがびっくりしました。何が違うのかというと、川魚っぽい香りがなく旨味が強くて肝の苦味がそこまで強くないです。普通稚鮎は肝の苦味が鮮烈なイメージですが、海の鮎は苦味よりも旨味が濃厚に感じました。次は卵かけ丼。削りたての鰹節と卵の卵黄による TKG です。鰹節のクオリティがすごくて旨味が強いのはもちろんのこと、口どけがものすごくいいです。市販の鰹節とかだと筋っぽかったり口にまとわりついたりすると思います。ですがこちらの鰹節はふわふわで柔らかくて溶けてなくなるような食感で、卵黄と白米とよく混ざります。そんな食感にもかかわらず旨味が強くて香りと味覚の存在感があるのはすごいです。まさに究極の TKG を食べられるのは日本の食文化に慣れ親しんできた日本人としては最高の体験です。次はサワラ丼。氷見のサワラを藁で焼いて叩きにしています。藁の香りが良くてすでにお腹はいっぱいでも脳が刺激されて満腹中枢がいかれます。そしてサワラは脂が乗っているので旨味も強くて、なおかつ漬けにもしてあるのでまろやかで白米が進みます。またサワラの食感はほどけるように柔らかいので白米との一体感もあります。まさかこの終盤に来て最高の海鮮丼が味わえるのはびっくりです。そしてもう一つの海鮮丼は本日刺身として食べたサヨリ青バイ貝、スミイカの木の芽あえ、たたきじゃないバージョンのサワラを盛り付けたものです。最後の最後に思い出として振り返るように夢の贅沢盛りは嬉しいです。そして次は梅干し茶漬け。米を焼き固めたおこげのようなものが入っていて、パリパリの食感がお茶漬けの中にアクセントとしてあります。そして使っているお茶の香りが芳醇でほっと落ち着く味わいです。ちなみにこれらの丼は僕が追加で頼みすぎていますが、デフォルトでこんなに出てくるわけではないのでご安心ください。そして最後には優しい甘さの桜餅と香り高いお抹茶で締めて終わりです。以上が片織さんで食べた全メニューでした。お酒を含み全部で約5万円と決してお安くはないお値段ですが、トップクラスで唯一無二の日本料理が食べられることを考えたらその価値ありではないでしょうか。和食が好きでお金に余裕がある人はチャンスが訪れたら何があっても行くべきでしょう。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとかこのチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。